こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。ゴールデンウィークも終わったこの5月。今回は皆さんに普段とはまた違った展示をご紹介します。盆栽教室生徒作品展。この羽生築堤でもう15年以上前から始まっている盆栽教室。初めての生徒さんたちの作品の展示が今行われています。今日は盆栽教室、そして生徒の作品をご紹介します。お楽しみください。こちら、羽生内九庭の応接庭園の中にある展示場です。今回はここを舞台に盆栽教室の生徒さんたちがまさに丹精を込めた作品を飾っています。約20点の作品。みんな生徒さんたちも初めて盆栽を作るという教室の行為から盆栽を飾るという楽しみに挑戦した世界です。盆栽を飾る時の考え方。これは作っていく上で本当は一番大切な到達点なんですが、なかなか皆さん教室に来る方々は枝を作ったり針金をかけたり幹を剥いたり植え替えたり、そういうことがとても楽しくなさっているので、そろそろこんなこともみんなに伝えたいなと思って、鉢の合わせ方、清め方、飾る道具の準備、そしてその並べ方。展示会を始まる前に生徒の皆さんと1日かけてここを作り上げました。盆栽とは、草物とは、水石とは、結局は人が見て楽しむものです。ご自分で作った作品や見立てたものを別の人が見るために飾る。この時の喜びはこういう展示会をなさるとわかると思います。何点かご紹介しましょう。飾り棚というところにお一人の生徒さんが飾られたものです。上に黒松、中段に滝石の水盤飾り、その脇には滝を眺める老人の置物、そして下には季節を表す青葉のもみじ。小さなこの箱飾りの中にその時の季節や自然のある姿を楽しく飾る。これは生徒さんたちに私が求める普段の生活の中で楽しみましょうというのをよく表しています。飾られた方は90歳を超えて元気に盆栽を楽しんでいる方です。欅の寄せ植えを平石につけたものです。高原の林の中を散策するような世界をよく表したこの寄せ植えは、よく見ればまるでジオラマのようにかわいい農村風景のフィギュアがこの苔の上を歩いています。家路に帰るのでしょうか。左側にはくず屋石がちょんと置いて、こんなそのままジオラマのように見える世界。盆栽に対する価値観の捉え方はいろいろですが、私は生徒さんたちが楽しむのにとても愛らしくて良いと思っています。教室の中では普段参加している紅一点というご婦人の飾りです。季節になぞらえて今回は美しい紫根の菖蒲を飾られました。盆栽というとみんなハサミを入れたり針金が多いですが、このように足元まで清めてきれいに手入れをした菖蒲の花には、この季節名木でも勝てない美しさがあります。その菖蒲を地板に合わせ、その脇にはまさにこの菖蒲が咲く水を感じる
白鷺の置物。掛物は琵琶湖にも浮かぶこの季節ならではの帆掛けの船。季節をもう一つ加えて、右には狩安もどきの新芽が立ち上がったすがすがしい飾り。草物の盆栽というのは、菖蒲も狩安もどきも足元を美しく丹念に掃除をして、そして土を見せずに飾る。ここに凛とした美しさが出ます。本格派の見事な中型の心拍盆栽。これを飾られた生徒さんは、長く公務員を務められ、つい先日それを退職して、ここからは盆栽三昧だと喜ばれています。今年の2月には、10年以上作った心拍を国風盆栽展にも初出品なさいました。心拍の盆栽、その脇に心拍が生きるだろう険しい山々。そしてその左には季節の彩りで珍しい魚竜の盆栽を2段の棚に飾り、下にはその美しい板が水面を思わせる船遊びの姿。掛け軸にはこのすべての自然が入るような霞む山々の景色。飾りの仕方には厳しいルールもありますが、私はこのように自分が作った木を楽しく、それでいて最低限の飾りのルールを守って楽しまれることを一番だと思います。生徒さんたちが一番初め頭を痛めたのがこの卓使いです。主人公の心拍の格調の高い卓。遠くに仰ぐ石なので、地板ではなくちょっと上げた色で奥に置く。左手前の2段の棚によって小さな魚竜とその船が一つの景色を楽しませてくれる。道具立てのバランスでその飾りや展示は主人公たちをよく引き立たせてくれるものです。とても葉性の細やかな一位の双管体の盆栽です。丹精の限りを尽くしたことが葉の抑え、滅みの状態でよくわかります。添えの下草の代わりに、この季節愛らしい三つで岩笠。かけた掛け軸は一位などの深山に生きるものらしく、遠くに仰ぐ半月とこの季節霧の中に飛ぶホトトギス一羽。いつも作って楽しまれている生徒さんが初めて掛け軸飾りをした楽しみがここにあります。お二人の二席をご一緒に紹介します。左が五葉松ともみじ、右が心拍ともみじ。二点飾りというものがありますが、左は一つの二段色へ、右はそれぞれの色へ。この場合でもやはり序列で言えば小白盆栽が上位となり、雑木盆栽はその脇を支えるというルール通りとなっています。一つ一つが愛らしい家庭で楽しめるものですが、このようにルールの中で合わせ飾りをするのも楽しいもので、この大きさのものは生徒さんたちがまだ培養の鉢に入っている時から作れる喜びもあります。糸魚川心拍の将来性が楽しい中型作品の発展途上です。本来展示の場合は木を仕上げて化粧苔を張りというのがありますが、
仕立て中の木をこうして楽しんで飾れるのも生徒作品展の良さです。添えられる草も心拍という厳しい自然観に合わせて優しいものよりも強い岩面高。かけられている書は明治期の詩人が残した霊子を探しに山へ分け入ればそこで杖をつく仙人とあった。意気投合して腰掛けて話をしているとどこからか水の音が聞こえる。まさに心拍の育つ自然観と仙人が住む世界へと続く面白い飾りです。内久手盆栽教室の生徒の中の先生と言われるご老体の心拍2点です。心拍盆栽に魅せられて数十年、ご自分で舎利の彫刻から枝継ぎまで全てをなさるこの方。お年を重ねて何度も国風展に出したこの方は、今も自分で持ちやすい大きさの心拍を楽しまれています。2作とも石に自分でつけて木を作り風景を楽しむ。国風展だけが盆栽展ではありません。このように一つの鉢の中に大自然を描き出す。こんなことがずっと楽しめることで、80を迎えるお年の中でも元気に盆栽を楽しまれています。この生徒作品展の中で、ひときわの古さを誇る五葉松の株立ち。まさに国風展級の古さを持つこの木は、なんと一番年の若い高校生、清水千恵里さんの出品です。おじいさまから受け継いだ木、それを丁寧に培養し、このように飾る。盆栽は人間の寿命よりもはるか長いもの。こうして受け継いで丹精を重ねる。これも一つの盆栽の楽しみです。さて今日ここに参加している方々は全員ではありませんが、今ここへ来てくださっている生徒さんたちです。で、一番右は内久手の盆栽教室の専任の講師をやっている角田さんです。はい、さあ初めてのこの教室の飾り、国風展まで飾っている岩田さんはいかがだったですか、印象は。初めてきちんとしたところへ飾らせていただいたんで、とっても自分の木がいい木に見えるような、普段見たことのないような姿が見れて大変勉強になりました。そうですか。ご婦人の後藤さんはどうですか、ご自分でやってみて。今回草物花物を飾る姿を見たのは初めてなんですけれども、花物をその飾るタイミングに合わせるっていうこと、それがこんなにも大変なことかっていうことを身をもって感じました。どうですか、角田さんはずっと教室やっててこういうところまで届いて。皆さんの生徒作品においてこれからも良くなるものもありますし、これで完成されるものもあるので、ここからも引き続き皆さんの飾りとしての良さっていうのを引き立てればいいなとは思っております。結構うちの角田さん厳しいタイプですからね。ですから、はい、まあ今日はみんな本当にありがとうございました。どうもすいません、どうもありがとうございました。いかがだったでしょうか。十数年続けている盆栽教室で初めての生徒作品展。生徒の皆さんも展示会をするっていうことに戸惑いがあったようですが、飾った姿を見てその方々の喜ぶお顔を見ているだけでも私も嬉しくなります。羽生の盆栽教室はあえて教材を提供しません。わずかな月の授業料だけでご自身が持っている木や初めてやる人にこんなことどう、こんなことを直すといいよと。私はこの地域の親睦と盆栽を楽しむということが伝えられればということで教室を開きました。その方々が羽生は面白いよ、
いろいろ教えてくれるよ。そんなことをしてくれれば一番いいと思いました。中にはそこから頑張って、この木は国風展まで行くかもしれないから挑戦しよう。それが見事入選してみんなで喜んだことも思い出します。盆栽を広める、そんな役割も羽生築庭は続けていきたいと思います。いろいろな手入れや知識、情報、アーカイブを見てぜひお楽しみいただければと思います。チャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。